はい、皆さんこんにちは。西岡義です。今日はですね、今僕は上海に来ているんですけども、上海の本戦のドローが出たので、今回もドローの解説をしていきたいなというふうに思います。まず今回の上海マスターズ、何年ぶりかな？今4年ぶり？コロナ以来の大会という形になるんですけども、中国としては中国選手が伸びてきているということも含めて、多分蓄えてたものがたくさんあるので、結構ですね、今回の賞金、そしてですね、今回から上海のドローが大きくなりまして、2週間の大会という形に変わりました。今までの例だとマイアミ・インディアンウェルズとかローマ・マドリードみたいな形のマスターズという風になったので、水曜日の本戦スタートで、日曜日1週間、次の1週間後の日曜日という形の、ファイナルとなっております。でですね、今回は、ジョコビッチ選手が欠場という形で、上から8人のシードがですね、アルカラズ、メドベデブ、ルーネ、チパス、ルブレブ、シナ、フリッツ、ルードという形になっております。ここのメンツはまあ変わらずというか、トップ8はこの辺りがずっとシードにはなっていますけども、結構見る限りですね、みんな若いと。一番年上で多分メドベデブじゃないですかね。メドベデブが多分一番年上かな、この中だと。ルブレブかのどっちかだと思います。それでも多分26とかじゃないですかね、まだ。なので、そう考えると比較的本当に若い世代のトップが増えたんだなというふうに思います。今現在まだ予選もやっているんですけども、予選からですね、出場が、日本人も結構いまして、島袋翔、内田海地、内山くん、そして守谷くんが、出場しておりました。内山くんを除いた3人が1回戦で負けてしまったんですけども、内山くんが今日予選決勝ということになっております。そしてですね、今回ドロー数が広がった分、本戦に入れる枠数も増えているので、今回は本戦員が僕と綿貫陽介選手とダニエル太郎選手の3人が本戦からの出場となっております。そして、太郎くんの1回戦がですね、予選上がりということで、まだ確定はしておりません。そして、その次の綿貫選手の1回戦が、僕がですね、先週の北京で試合をやった左利きの若い18歳のシャンという選手になるんですけども、英語名だとみんなジェリーって呼ぶんですけども、名前はシャンという形になっております。多分ね、上海のチャレンジャーで多分陽介も試合やっていて、その時は陽介が勝ったんですよね。でも結構ね、こういう試合だったと思うので、かなりまた気持ち的に負けれない部分としては陽介にプレッシャーがかかってくるんじゃないかなというふうに思います。僕がですね、先週試合をやってみて、彼の印象的でいくと、やっぱりバックハンドとサーブは正直そこまでまだ改善の余地あるなというふうに思いましたけども、フォアハンドがかなりフラット系で、やっぱり左利きの選手なのに、左利きっぽくないテニスをしますね。やっぱりフォアのダウンザラインっていうところが多分彼の一番好きなところで、軌道が高いフォアというよりは、軌道の低いフォアをかなり打ってきます。イメージ、マナリの選手みたいな低い軌道のフォアが多いですね。でも18歳にして、やはりフォアのダウンザラインの感覚はかなり、ピカイチのものを持ってるなというふうに思いました。先週やっていて、やっぱり正直僕も勝ちそうな展開から負けていてっていう流れだったんですけども、あの日に関しては僕も全然負けるパターンはあったかなと思いますね。ただ僕が一個気になった点でいくと、やっぱりまだ若いっていうところ、彼がまだ18、19というところで、もう少し僕たちに勝ちに来るような気持ちを全面的に出されたら、僕たちももしかしたら少し引いてしまうタイミングが来たりとか、来られた時にもうどうしようもなくなってしまうパターンっていうのがやっぱ多々あるので、そういう雰囲気をもっと彼が作り出していけると、多分、シャーン選手は強くなっていくかなと思いますね。テニスのテクニックで今は勝ち上がってますけども、今後は多分、そういったところも必要性としては絶対出てくるので、トップ10さらに50位以内とか、もちろんね、入ってくるチャンスとか、まだ年齢も含めてありますけども、そういったことも含めるともうちょっとメンタルというか、戦い方の部分が強くなればもっと強いかなというふうに思いました。そして僕の1回戦がですね、ダニエル・アルタミラーですね。僕のコーチがオーストリア人なんで、ドイツ語とかもある程度というか公用語で話すんですけども、なんか僕はアルタミラーだと思ってたんですけど、いや、アルタマイヤーだみたいなっていう風に言ってたんで、アルタマイヤーという言い方になるそうです。はい。僕先週1回練習をしていて、あの時ちょっと情報がなかったので、今思えばあの時の練習良かったなと思いましたね。片手バックなんですけども、結構フォアもバックもどっちも同じようなものを持ってると思います。で、全仏オープンでシナに勝ったんですね。バックのダウンザラインがいいですね。あそこが好きだと思います。っていう情報も取れたので、僕は結構ある程度情報を持ってプレーをしていけるところは正直ありがたいなというふうに思ってます。で、1回戦を突破すると、ルード選手が待っているので、2回戦はルード選手という形になります。去年のこの時期もですね、ルード選手と試合やったんですけども、もう1回ね、そことまたできるように、1回戦から頑張っていきたいなというふうに思います。
そしてあと2つほど面白い1回戦がありそうだったので紹介したいと思うんですけども、アルナルディ選手と、ポプリン選手の1回戦。これは結構面白いと思います。アルナルディ選手、僕も1回だけシンシナティで練習したんですけども、あの時は60位ぐらいだったんですけど、正直言うとそこまでまだ強くないなっていう感じではあったんですけど、最近すごい勝ってますね。いい選手に勝ったり、いい選手にすごい競ったりしてるイメージがあるので、結構伸びてきてる選手の一人だと思います。しかもまだまだ若いですし、テニス的にはですね、あまり下がらず、パンパンやりますね。結構展開が早いです。で、サーブも結構良くて、身長がすごい高いわけではないんですけども、結構ね、なんとなくタイミングというか、そういうところがすごい上手いような選手なイメージです。で、ポプリン選手はもちろん、僕も試合やってることあるので、皆さんも結構ね、知ってると思うんですけども、やっぱりビッグサーブとビッグフォアハンドっていうところが、彼の持ち味で、誰にでも勝っていけるようなテニスができるっていうところが彼の強みなので、若者同士のここの対決は結構面白いと思います。で、次がですね、マレー選手と、サフィリン選手。これも結構面白いと思いますね。マレー選手がかなりディフェンシブに走って、ロシアのサフィリン選手がかなりアグレッシブに行くと。多分この攻防がかなり分かりやすい試合になってくると思うので、ここも結構僕は見応えのあるいい試合になるんじゃないかなと思います。サフィリン選手はチェンドゥで初めての決勝という形をとって、今ね、勝ち上がってきてる選手でもあるので、ここの1回戦はかなりきつい1回戦だと思いますけども、面白い1回戦なんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、今回も上海のマスターズ、今年残り2つですけどね、マスターズはアジアでの唯一のマスターズということで、ちょっと放送がどこであるのかは分かりませんけども、ぜひ皆さん、日本人の応援、そして見たい試合の観戦、ぜひしてもらえればなというふうに思います。それでは皆さん、この動画が面白かったという方、ぜひ高評価、そしてグッドボタン、チャンネル登録ですね、お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そして Zoom を通じて試合後の感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どんどん追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。